ご機嫌いかがでござるか。それがし、甲冑部、林秀長でござる。今日は、味噌を仕込んでいくでござる。味噌は、戦国時代、米と並んで大変重要な兵糧であった。そのため、戦国武将は、味噌作りを大いに奨励したのじゃ。さようなこともあり、味噌作りは戦国時代に発達したと言われておる。今年は徳川家康公を主人公とした国営放送の大河ドラマが放送されておる。家康殿の生まれた三河岡崎、今の愛知県岡崎は八丁味噌が有名じゃ。徳川家康殿は桶狭間の合戦で八丁味噌を使った握り飯、千陣握りを陣中食として使ったと言われておる。八丁味噌をこよなく好んだ家康殿は江戸幕府を開いた後も三河から八丁味噌を取り寄せたのじゃ。信州味噌は武田信玄殿が兵糧として味噌を作らせたことで発達したと言われておる。また信玄殿は陣立て味噌も開発したのでござる。陣立て味噌は出陣前に仕込んだ味噌を兵士おのおのが袋に入れ腰に吊るして出陣。行軍中に発酵が進み20日ほどで味噌として食べられるという画期的な製法の味噌じゃ。伊達政宗殿は城下にお塩そ蔵と呼ばれる日本初の味噌工場を作り味噌作りを行った。朝鮮出兵の際他の大名家の味噌は夏場に腐ってしまったが、伊達家の味噌は変質しなかったことから、仙台味噌の質の高さが評判になったという話もある。それでは味噌を仕込んでいくでござる。まずもって味噌になる材料は乾燥大豆、豆麹、塩、これだけじゃ。今回は2キロの味噌を仕込むので、材料の分量は乾燥大豆 400g、豆麹は 500g、塩 200g でござる。それぞれの材料は愛知県産にこだわっておるぞ。乾燥大豆は愛知県産の福豊じゃ。豆麹も愛知県産の大豆を使っておる。乾燥大豆と豆麹は愛知県豊田市で八丁味噌を作っておる増塚味噌殿より調達した。塩は愛知尾張知多半島美浜の自然海水源美浜の塩じゃ。次に仕込むための容器、なんとこの容器も愛知県産じゃ。稲沢に本社がある長プラ工業殿の品でござる。この容器は手作り味噌の仕込み容器の定番になっておる。さまざまな味噌蔵の手作り味噌セットに使われておるぞ。これらすべて三英傑のふるさと愛知の材料で作る味噌でござる。これぞまさしく天下味噌じゃ。それでは作ってまいるぞ。こたびの味噌は八丁味噌の製法を参考にしておる。まずは蒸し大豆を作る。大豆を茹でた水煮大豆でも味噌は作れるのじゃが、八丁味噌は蒸し大豆を使っておるので蒸し大豆で作るぞ。蒸し大豆は栄養面でも利点がある。茹でるのに比べ素材の栄養が流れ出すのを最小限に抑えられるのじゃ。また八丁味噌の色が濃いのは蒸し大豆を使うことも理由の一つじゃ。蒸し大豆の方が色を濃くするメイラード反応が起きやすくなる。まずはじめに乾燥大豆を洗うでござる。お米を研ぐように何度か水を変えながらしっかり洗うのじゃ。洗い終わったら15時間から18時間水につける。水の量は大豆の重さの3倍から4倍ぐらいの多めの水につける。
乾燥大豆が 400g なので5倍の2リットルでつけていくでござる。18時間水につけ、十分に水を吸って、こんなに粒が大きくなっておる。重さは約2倍になっておるぞ。それではここから水で戻した大豆を蒸していく。蒸し器の上段に蒸し布を敷き、大豆を入れるでござる。下の段に水を入れ、点火じゃ。沸騰してきたら上の段を乗せ、蓋をする。ここから3時間蒸していくでござる。3時間では少々硬かったので、4時間蒸して、大豆は柔らかく蒸し上がったでござる。親指と小指で軽くつまんで潰れれば大丈夫じゃ。それではこれから蒸し大豆をすりつぶしていくぞ。すり鉢も愛知県産じゃ。常滑の山瀬製陶所殿の品でござる。カビを防ぐために、ここからは道具や手をよく消毒するでござる。それがしはウォッカを用意した。ホワイトリカーなどアルコール度数が高いものなら大丈夫じゃ。次に塩切り麹を作ってまいる。まずは容器を消毒じゃ。豆麹 500g と塩 200g を混ぜ合わせる。塩は最後の仕上げ用に少しだけ取っておく。麹と塩を混ぜ合わせたものを塩切り麹というそうじゃ。まんべんなく塩が行き渡るようによく混ぜ合わせるでござる。まんべんなく混ざっておる。それではここからすべての材料を混ぜ込んでいくぞ。まずは手の消毒じゃ。
蒸し大豆を潰したすり鉢に塩切り麹を入れて混ぜるのじゃ。しっかりと混ざっていないと塩が行き渡っていない部分が傷みやすくなるそうじゃ。ムラがなくなるまでしっかり混ぜ込むでござる。混ぜ終わったらいよいよ容器に仕込んでいく。空気を抜きながら玉を作って容器に入れていくでござる。入れたらさらに空気を抜くように押し込んでいくのじゃ。これを繰り返してすべての材料を仕込むのじゃ。仕込みが終わったら仕上げに入ってまいる。仕込んだ表面を平らにならし、容器の縁をきれいにしておくのじゃ。きれいになったらカビ防止のための塩を振るでござる。こちらは先ほど残しておいた塩じゃ。塩が触れたらラップを仕込んだ表面にかけていくのじゃ。空気が入らぬようにびっちりとな。最後に重しの塩をのせ、蓋を閉めたら天下味噌の仕込みは終了じゃ。味噌がなくては戦はできぬ。皆々もうまい味噌を作り戦に臨まれよ。最後までご視聴かたじけのうござる。また次の動画でお会いしようぞ。